皆さん、こんにちは。ゆきです。このチャンネルでは、日本語のポッドキャストを配信しています。できるだけわかりやすく話すので、よかったら最後まで見てください。私は沖縄出身の日本語ネイティブスピーカーのゆきです。このチャンネルではいろんな日本語の言葉とかを由来とか使い方とかいろいろ調べながら話しています。皆さんの住んでいる地域はもう寒いですか？雪が降っていますか？私が住んでいるのは亜熱帯の地域で海に囲まれた南の島なのでまだ寒くないです。今気温は24度。半袖でも外に出られるぐらい暖かいです。で、今日は一つことわざを紹介します。でも、このことわざは多分世界のいろんな言語でも、似たようなことわざとか慣用句みたいなのがあるんじゃないかなと思っています。今日お話しすることわざは塵も積もれば山となるということわざ、聞いたことありますか？このことわざは本当によく聞くことわざです。私も小学校1年生だから6歳ぐらいの時に習ったことわざです。とても大切な言葉だと思います。で、前に別の動画で日本人はよく省略をするよという動画を撮ったんだけど、その時にも話したように、このことわざもよく省略されて使われます。塵も積もれば山となるの塵と積もればの積もを、取って塵積もと呼んだりします。よくこの塵積もっていうのは、なんかサイトの記事とか、あとは、広告とかでも使われていたりします。日常生活でも結構使っているのを聞くことが多いです。では、このことわざが表していること、で、このことわざはどこから来た言葉なのか、で、世界にも同じようなことわざがあったり、このことわざを英語に訳すとどういうふうに訳されるのかなっていうのも紹介したいと思います。じゃあ行きましょう。で、このことわざの意味はもしかしたらなんとなく分かった人もいるかもしれませんが、塵も積もれば山となる。意味は小さいものでもたくさん集まったら山みたいに大きいものになるっていうこと。どういうことを表すのかは後で説明しますね。で、この塵も積もれば山となるという言葉なんだけど、もともとどこから来てるのかなと思って調べたんですが、古い仏教の本に載っている言葉のようです。仏教の第一土論、仏教の第一土論という本の中に載っていて、そこには、微塵も積もり積もれば山となり、動かすことができなくなると書いてあるそうです。で、ここで言う微塵っていうのは小さいものとか、わずかなものみたいな意味です。で、この塵っていうのが、小さいものとかわずかなものっていう意味なんだけど、このことわざはポジティブにも捉えられるし、ネガティブに捉えることもできます。例えば、皆さん今日本語を勉強している方が多いと思うんですけど、
やっぱり語学を勉強するのって、毎日毎日の積み重ねがとても大切ですよね。で、例えば1日5分でも、何かこうポッドキャストを聞いたりとか、何かでインプットを続けたとします。で、1年365日あるから、5分に365かけて1825で、1825分1年でインプットできることになります。で、1825分を、時間にしてみると30時間、約30時間。だから、本当に1日5分ってすごく少ない時間で、もう SNS とか見ていたら、あっという間に終わっちゃう時間だけど、その5分でも1年間毎日毎日続けていたら30時間になります。1年で。この5分を無駄に過ごしていたら、1年間で30時間無駄にするっていうこと。だから逆にポジティブに言うと、だからこの5分間の積み重ねが1年で30時間になるから、これをもう毎年積み重ねていったり、この5分を少しずつ伸ばしていったりすると、もう何十年も経てば、すごく大きな力になりますよね。そういうこと、そういう意味で使います。じゃあ、逆にネガティブな意味で使うとどうなるかというと、例えばさっきちょっと出したけど、SNS、例えば、ちょっとスマートフォンで何か、スマホで、えっと、何か調べるものがあって、で、スマホを開きました。で、何か調べたいものがあったんだけど、SNS を見たら、なんかずっと動画をスクロールしちゃって、あれ、私何のためにスマホを見たんだっけってわからなくなってしまうことないですか？そういう話をよく聞くんだけど、私もたまにあるんですが、だからそれって結局なんだろう、もともと調べたいと思ってたことも忘れてしまっているし、あとはもうこれで1時間とか無駄に時間を過ごしていますよね。で、1時間になっちゃったらもうね、それだけで結構な時間をロスしてるんだけど、これが5分だったとしても、まあ、毎日これをやってしまっていたら、もう1年で30時間無駄にしているかもしれません。ちょっとね、本当にちょっとだけって思っていても、1年間もしもう毎日やっていたら、それだけ無駄にしているかもしれないし、もしそれがね、5分じゃなくて、もう毎日1時間、2時間ってやっちゃっているんだったら、それはちょっともったいないことをしているかもしれません。あとは、掃除とかかな。掃除とか片付け。私もね、掃除とか片付け、あまり得意じゃないんです。苦手なんだけど、こう、例えばね、机の上にこう物を置きっぱなしにしていて、ちょっともう今日疲れちゃったから、もう片付けるの明日にしちゃおうって、そのまま寝るとします。で、明日になって、また机が汚いって思って、でももうそのまま勉強とか仕事とかしちゃって、で、もう今日も疲れちゃって、片付けないで寝てしまって、で、それをね、ずっと続けてしまっていたら、もう机の上がもう汚くなっちゃってて、で、そのとても汚くなった状態まで積み上げてしまったら、これを掃除するのもなかなか大変ですよね。もうなんだろう、書類が山のように重なってしまっていたら、
それを片付けるのもとてもエネルギーがいるし、とにかく片付けるのに時間がかかってしまいますよね。毎日出したものをちゃんと片付けていたら、5分もかからないで片付けや掃除が終わっていたかもしれないけど、こうやって溜め込んでしまうと、えーやろうって思った時にすごく時間がかかってしまいます。だからそうなってしまうと大変だから、まあね、山にならないうちに、こう簡単に動かせるうちに、片付けとか掃除とかしておかないといけないよね。私も、ちゃんと毎日やろうと思いました。で、この、塵も積もれば山となるっていうことわざなんだけど、このことわざを英語で翻訳するとしたらどういう言葉になるのかなと思って調べたら、Many a little makes a miracle とか Light gains make heavy passes みたいな感じ。私もこの、お財布が重くなるっていうのは聞いたことがあります。結構ね、こういうことわざ、あの、英語だけじゃなくて、他の言語でもいろいろあるんじゃないかなと思って調べてみたら、結構いろんな言語で見つかりました。ちょっと紹介します。えっと、ちょっとね、私発音がよくわかってないから、発音間違ってるのもあると思うけど、スペイン語だとgrano a grano se hace el granero, granero かな。穀物の粒、一粒ずつを集めて納屋ができるって、これは直訳なんだけど、同じ意味、小さな積み重ねが大きな成果につながるっていう意味みたいです。間違ってたら教えてね。あとは、インドネシア語で、セディケット、セディケット、ラマ、ラマ、メンジャディ、ブッキかな、少しずつやがて丘になるって直訳だけど、これも同じですね。日本語のこの塵も積もれば山となるとほぼ同じ意味のようです。はい、今日は日本語のことわざ、仏教から来ている塵も積もれば山となるということわざを紹介しました。皆さんの国でも同じようなことわざはありますか？よかったら教えてくださいね。いろんな国でも似たようなことわざがあるのを調べて私も楽しかったです。他にも、こんな言葉の意味を知りたいというリクエストがあったら、ぜひコメント書いて教えてくださいね。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が役に立ったり面白かったという方はいいねとチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。